はい、それでは今回の献立の栄養素を確認していきます。まずこちらのグラフはアスケンの目標値を参考にしています。こちらのグラフの読み方は、まず左のこちらが今回評価する栄養素の一覧になっていまして、でこちらの線が1食分の栄養素摂取の目標値になっています。そしてこのグレーの範囲が目標値の範囲を表しています。目標値よりも多く取った方がいい栄養素もあれば、目標値より少なく取った方がいい栄養素などございます。こちらのグラフの読み方は別の動画で詳しく説明していますので、よろしければそちらも参照ください。今回のペスカトーレとサラダの献立の栄養素を見ていきますと、まずカロリーが 596kcal、タンパク質 31g、脂質 14g、炭水化物 74g、あとビタミンミネラルはご覧の通りになりました。グラフを見ていくと、今回目標値に達しなかったところはビタミン B1 だけかなというふうに思います。でここのビタミン B1 なんですけども、今回食べた玄米パスタの栄養素を確認したんですが、ビタミン B1 の表記がなくてですね、で玄米っていうのはビタミン B1 が多く含まれているので、玄米粉を使っているというふうに書いてあったので、もしかしたらビタミン B1 も実際は目標値を超えていたかもしれないんですが、ちょっと表記見つからなかったので今回入れていないです。はい、でその他を見ますと、かなりバランスの良い献立となったというのがわかるかと思います。それでは続きまして、こちらとこちらのグラフですね。こちらのグラフは各食材からどのぐらいの栄養素を摂取したかを表したグラフになります。カロリーなんですが、オイルとかパスタが多いのは当たり前として、このワインですね、こちらは料理中に使ったワインなので、アルコール分が飛んでいるので、おそらく実際カロリーとして摂取することになったのはもっともっと少ないと思います。こんなんありますけど、多分こんぐらいだと思います。はい、ちょっとこのグラフは完璧ではないので、ワインをこれ直飲みした時の値になってしまっています。はい、でこちらのグラフ一つ一つ細かく見ていくわけではなくて、今回の献立のポイントなどをご説明していきます。今回はイタリアンの献立ということで、ペスカトーレとサラダを作ったんですが、皆さんイタリアンといえばどんな調味料を思い浮かべますでしょうか？おそらくオリーブオイルかなというふうに思います。やはりイタリアンはオリーブオイルが欠かせなくて、パスタだったりにもオリーブオイルたっぷり使うことが多いと思います。今回パスタソースに使ったオリーブオイルが小さじ2になりまして、結構少ないですね。イタリアンのパスタにしてはすごく少ないオリーブオイル量になっています。こちらはお好みで増やしていただいて大丈夫なんですけども、私は小さじ2のオリーブオイルでも美味しく食べれるので、基本的にパスタ作るときはそのぐらいのオリーブオイル量で作っています。で私はだいたい1食分のご飯で脂質 15g 以下に収めたいなというふうに考えています。で今回は 14g でした。でそう考えるとオリーブオイルを減らして小さじ2にしたところで、かなり1食分の目標量を使ってしまいます。脂質は少なめに抑えたいんですが、タンパク質はたくさん取りたいので、そうなるとオリーブオイルでかなり脂質を使ってしまっているので、低脂質高タンパクの食材を合わせる必要が出てきます。そこで今回使った主なタンパク質源が甲殻類ですね。こちらがムール貝、ここがちょっと見えづらいですが、ここアサリです。でこれがエビちゃんですね。はい、でこれら甲殻類なんですが、脂質のところを見ると、ムール貝がちょっとありますが、あとはほとんどないですね。甲殻類はかなり低脂質で高タンパクな食材になります。今回ペスカトーレで使わなかったんですけども、同じ甲殻類のイカだったりも低脂質高タンパクな食材になっています。またチーズも今回サラダで使いました。使ったチーズはカッテージチーズでして、でこちら脂質を見るとそれなりに入ってるかなとも見えるんですが、カッテージチーズはチーズの中では本当に脂質が少ないものになります。他にもモッツァレラチーズとかクリームチーズとかたくさんあるんですけども、それらと比べるとかなり脂質が少ないものになっています。脂質少ないんですけども普通に美味しいですし、サラダとかにもすごく合うので私は気に入っていてよく食べています。はい、こういった甲殻類や
脂質の少ないチーズなどを合わせることで、どうしてもオリーブオイルをたくさん使ってしまうイタリアンでも低脂質高タンパクな献立としました。続きまして、食物繊維は野菜だったりフルーツから取れていましたし、塩分もですね、和食だったり韓国料理ではないので抑えることができています。はい、では続きまして、こちらビタミンミネラルのグラフになります。はい、では先ほどの続きで甲殻類のところをちょっとチェックしていきたいと思います。こちらの鉄分のところを見ていただくと、ムール貝とアサリがかなり占めています。あとカルシウムもここが甲殻類です。はい、こちら見ていただくように、鉄分が多かったり、甲殻類は非常にミネラルが豊富です。鉄分に関してはエビは少ない、あとイカも鉄分はそんなにないんですけども、こちらのグラフの項目にはない亜鉛だったりマグネシウムだったり、あとも他にもいろいろあるんですけども、そういったミネラルが本当にたくさん含まれています。甲殻類は低脂質高タンパクな上にミネラルがとっても豊富。その中でも貝類は鉄分も豊富です。はい、続いて注目していきたいのが、今回サラダに使ったルッコラですね。はい、結構バランスよくいろんな栄養素が入っています。そして普通の緑の野菜ではあまり多く含まれていないカルシウムが豊富になっています。カルシウムは他にも、例えば小松菜とかに結構多く含まれているんですけども、ルッコラって少し辛みのある野菜なんですね。で、小松菜もちょっと辛みがある野菜なので、もしかしたらカルシウムが豊富な野菜って辛みがあるのかななんて思っています。イタリアンで栄養価の高い野菜をサラダにしたいと思った時に、ルッコラは栄養価も高いですし、イタリアンにも合うので、イタリアンの副菜としてはぴったりだと思います。はい、でサラダに入れたフルーツなんですが、今回はキウイを入れましたが、ブドウもすごく合います。ブドウとカッテージチーズがすごく合いますので、ぜひブドウも試していただければなと思います。キウイだったりは水溶性の食物繊維も含まれていますし、ちょっと前のグラフの食物繊維を見ると、こちらですね、キウイすごく食物繊維があるのがわかると思います。フルーツは甘くて美味しくて、もちろんカロリーもあります。ですが栄養価が高いものも多いので、ぜひ普段の食事に取り入れてみてください。はい、それではダイエット中でも食べれるイタリアン献立のレシピとその栄養開発でした。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。Baby, you gotta tell me something that's not already